こんにちは、金子でございます。ということで今日なんですけども、とある工場のようなところに来ておりまして、それが何かと言いますと、私ルアーを作っております。金子道具店でいろんな商品は作ってきてますけど、釣り具は今回初です。もう僕ね、釣りめちゃくちゃ好きなんですよ。ということで今回はデュオさんと共同開発でルアーを作らせていただきましたよ。かなり面白いルアーができました。で、何回もこうね、試作を重ねてようやく煮詰まったものが今日あるということで見に行きましょう。こんにちは。こんにちは。あ、お久しぶりです。ご無沙汰しておりまご無沙汰す。しております。よろしくお願いします。今回ね、一緒にルアーを作らせていただくことになりましたデュオさんの岩崎です。岩崎さんです。これで出会いが面白くて、お寿司屋さんと出会ってこういう話になりました。寿司は行くもんですね。間違いないです。ありがとうございます。今はい、回は、本当にこちらこそ。いやもう結構いろんなわがままをね、こちら聞いていただいて完璧な形ができましたと。正直1回ね、試作をバッチリだなってやつをいただいたんですよ。でもやっぱ実際使ってみたら、いやこうした方がいいよねっていう改善点がいっぱい出てきて、それも全部クリアして今日できていますですよね。できてます。よし早速見ていいですか。ぜひお願いします。もうある。こちらがです、気まぐれクック×デュオ。これが私の今回作ったルアーでございますよ。で、皆さんちょっと分かりますかね、この形、尻尾の形見てください。これ気まぐれブルーになってるんですよ。でこれもともと気まぐれブルーのこの刃先をテールにしようと思ったんですけど、それだと泳ぐんですけど、ちょっともう少しねこう動きが欲しかったんですよ、どうしても。なので持ち手のところにテールをつけました。でこの重さもすげえ大事で、ちょこっとの角度で全然動きが変わってくるんですよ。それを微調整してもらって、やっと完成したということでございます。で次がワームの部分作ってる場所に、で出汁の匂いとか。そうなんですよ、はい、ちょっとちらっと出ましたけどね、すごいものを作ってるんです。うわ、知ってるパッケージがいっぱいある。うわ、これとかで成形してる部屋なんで、成形室。成形室。うわ、すげえ。頑張って作った。こちらが今回私が作るルアーのバリエーションですね。いろんな色があります。たくさん色作って面白くやっていこうということで。これね、めちゃくちゃいいです。カラビネロレット、もう僕っぽいですね。そうですね、これは安曇野サーモンオレンジで、うわ、いいな。でお隣が大トロピンクですね。大トロピンク。片栗粉いやー、いいな。片栗ホワイト、魚一番さんの限定カラー。ありがとうございます。魚一番でしか買えない。でしか買えない。で銀色のやつ。銀色のやつ、キラキララメが入って釣れそう。これ気まぐれゴールド、いいですね。ゴールドの中にちょっとラメが入っててね、美しいです。で色違い黒ですね。気まぐれブラック、ブラック、そしてメインの気まぐれブルーで、今回ちょっともうちょっと特殊なのを作ったんですよね。それがこちらをめちゃくちゃ入れてるいい匂いするワームです。だしの地図が入ったワーム作ったんですよ。で匂いがマジでだし、なさそうでなかったワームですよね。そうですね。そうです、はい、エビのエキスとかそういう匂いが入ったワームってあるじゃないですか。はい、はい、ありますね。でも実際その匂いで釣れるじゃないですか。これも釣れそう。ワームってもともとワームの匂いがあるんです。なんかゴムっぽい匂いが、それに負けないぐらいの出汁の匂いを入れなきゃダメだし、そのワームと出汁が混じって変なこの出汁じゃない匂いだから、その配合がめちゃくちゃ難しくて、試作でやっとできたって感じですね。このワームには 40% ぐらい出汁効いてます。出汁効いてます。ありがとうございます。本当もうマジで出汁のチーズが入ってるの。こうやってわかります？このつぶつぶ、これとか。これ今までこういうのって作ったことあるんですか？これないですね。ですよね。はい。でアイデアめちゃくちゃ面白いですよね。なんで今カンジャンケジャンもトライ中なんですけど、決してやっぱ出汁なんで臭くないんですよ、別に。でこの出汁のチーズの匂いがするワームなんですけど、魚一番限定で販売させていただけるということで、出汁フレーバーのワームは魚一番だけで買えます。色がですね、この魚一からこれに入れさせていただきます。でここにヘッドがつくんです。ヘッド、しかもヘッドもただのヘッドじゃないです。タングステン使います。孫ち爆鳥です。爆鳥です。タングステンを使うと何がいいか、比重が高いんですね。つまり金と同じ比重なんですよ。金ってよく重いって言うじゃないですか。タングステンは一緒なんですよね、ほぼ。そうですね。なので小さい体積でもたくさん飛ぶ、環境にも優しい、これがね大事ですね。でもちょっとタングステンはやっぱり
加工がすごい難しいんですよ。だからやっぱこういう大手のデュオさんとかしっかりとした釣り具メーカーさんとタッグを組まないとこれは実現できないことなんです。本当にありがたい。もう全部俺がこんな欲しいなと思ったやつが全部入りました。ああめっちゃ嬉しいですね。マジで嬉しい。これはヘッドの部分がついたのがこちら。うおこんな重っ。ちょっと待って、やっぱ全然違う。半端じゃなく重い。ほらシルエットこんなにちっちゃいんですけど、鉛だったらこのぐらいあるんじゃねえかっていうぐらい牛って重たい。手に取っていただけたら分かる重さ。こうやっていきたいですね。こうねこうね。これシーバスとかも釣れそうですけどね。ちょっと実際泳がしてみましょうか。はい。これうちの開発プールなんですよ。うなぎとかもいますね。エビもいる。手長エビですね。メインのプールぐらいの水槽みたいな。そうですね。なんでこのアクリルなんですけど、水族館を手掛けてる会社さんにお願いして同じようなものですね。水族館本当に。あ、ルアー来ましたね。花もいいですか。あ、俺もいい動きしてるわ。でこれ落ちました。ほらこの動きこの動きです。絶対釣れるでしょこんな。ちょんちょん。ずるき、働き。もうこんなんでマゴチ絶対釣れますからね。ほら見て。投げたい早くこれ行きましょうか。これがね魚市限定のやつですね。魚市で買えます。でヘッドはこの白と下から見たら黒で、この白の部分に魚市のロゴが入ります。すげえな。これちょっとテールすっげえ出汁の匂いする。これいいな。これ何個ぐらいいけます？いくつでも。いくつでも。いくつでも。ちょっとできるだけ欠品がないように、はい、もう転売されないぐらい欲しいなっていう思いが強いです、はい、転売嫌なんで僕うちの店で購入できます。全種類揃えたくなるなこのバリエーションは。こちらがデュオの社長さんですか？はい、よろしくお願いします。この度はいえいえ僕大ファンでございますデュオの。はい、もうフリッパーそしてビーチウォーカーもね、はい、もう愛用させてもらってます。船にもうこのぐらい積んであります。実績がもう安心感が半端じゃない。デュオさんだったら間違いないものを作ってくださるこの安心感ですよ。この度はありがとうございます。でもやっぱり重いですね。もうタングステンっていうのが分かる。うわいい動き。でもこれただ巻きでも釣れそう。ほらこのテールのブルブルです。このブルブルこの姿勢。そしてヘッドから全部専用設計。マジっすか。金型から作ってくださってるんですか？そうですね。デザインからやり直して、古いやつを流用したり素材変えたり色変えたりだけじゃなくてベースから全部作り直して。社長ありがとうございます。これかかってますかなり。これからだいぶやばいの知ってます僕。でこれは釣れました。はい。うわ早くちょっとね海で投げたいですこれ。ということで僕が販売するこちらの超釣れそうなルアー名前を発表させていただきます。朝どれスイマーという名前を付けさせていただきました。ありがとうございます。僕といったらやっぱこの魚をさばいて食べるじゃないですか。で僕が釣りする理由も完全に僕はキャッチ&イートなんですよ。イート派なので朝どれもう取りに行くんだぞ魚を取りに行くぞっていう思いで朝どれと付けさせていただきました。でスイマーは泳ぐという意味でいかがでしょうか。最高のルアー作っていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。売れます。売れます。僕は買いますこれ。釣り具合じゃなくて絶対に。ちょっと実際フィールドに行って魚を狙っていきたいなと思います。どんな魚がいいかなって考えたんですけど、やっぱりまずはフラットフィッシュあれで釣りたいですね。ヒラメマゴチ行ってきます。はいということで月日は流れて3ヶ月ぐらい経過しましてマゴチシーズン到来でございます。絶好の釣り日和でございます。朝どれスイマーを使って釣っていきたいと思います。こちらにも全種類入っております。空張りが素敵でしょ。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。船長これ色的にどれいった方がいいですかね。赤です。カラビネロレッドですね、はい、釣れそう。ヘッドがねしかもタングステンになってるんで小さいフォルムで早く落ちる。すごくそこをね取りやすいんですよ。釣り人の方だったらねタングステンっていうワードはよく聞いてると思います。1投目で来てくれよ。水深がどのぐらいですか？ 6.3 メーター。うわ本当に湖みたい。今年ね僕めっちゃ釣り運いいんですよ。
狙ったターゲット 100% 釣ってるんです。それってすごいことなんですよ。お前も釣れるでしょ。もういろんなパターン試してやってみます。これもずる引きでもいいし、もうちょんちょんってこう少しアクション入れながらそこ探っていく感じでもいいですね。今日目標はもう大きいやつ1匹。今マゴチも本当にうまいんですよ。市場でもよく買います。対面コーナーでよく出ます。こう巻いてシュン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 って、このシュンの時にマゴチがパコッて食べます。でこのマゴチってルアーフィッシングを始めるにあたってすごくいいターゲットなんですよ。まず一つ目に結構釣れるっていうところです。比較的僕らの地域では割とどこでもいます。で今日船で来てますけど、おかっぱりからでも全然狙えます。特に今からの時期って産卵のために浅いところにこう寄ってきますんで、全然防波堤からとかでも大きいサイズが狙える。で簡単、ただ巻きでもさっきみたいにちょんちょんとリフトフォールで動き出してあげたりだとか、正直釣れます。僕ルアーって好きですけどそんなに上手じゃないんですよ。だけどまあ長考行ったら1本は釣れるかなっていうぐらいで釣れてるんで、なんといってもマゴチはうまい。もう煮てよし焼いてよし刺身でよし、何しても美味しい魚なんで、ちょっとさばくのが難しいんですけど、まあそういう時はね、気まぐれクックマゴチで検索してもらったら簡単にさばけるのかなと思います。あの魚はほんで捨てるところがね全くないんですよ。内臓も美味しいし、アラからもいい出汁が出るんですよね。だからじっとしてる魚なんで、防波堤で釣る場合はいろんなところにこう歩きながらポイントを探って欄眼っていうんですけど、同じところには投げずにいろんなところに投げていくやり方がいいかなと思います。もうなんせこういうルアー釣りはもう信じて投げ続ける。餌は垂らしておけば魚が勝手に食べてくれますけど、ルアーは自分の手で動かしてこのルアーに命を吹き込まないといけないので、ずっと動かしておく必要がありますね。だからこう釣れた時の達成感がやっぱり餌釣りより高いですね。仕留めたって感じで、ルアー釣りはもう竿1本とルアー持っていけばいいだけなんで、もう荷物が少ないからいいんですよね。これ何よりも良くて、ロストしない限りはずっと釣れますからね。めっちゃイワシがいる。全部イワシだらけ。だからこのイワシの群れの下にマゴチがこう上向いて狙ってるっていう場合があると。だからイワシの群れは激アツですよ。それにこのイワシを食べにサワラとかが入ってきてるんですって。でこれ釣ってる最中にサワラがねピョーンって跳ねたりする場合があるんですって。その時はルアーを付け替えずにもうこれできますから。泳ぎめっちゃいいんで応用も効きますね。おっ、来た。これ魚、間違いなく魚。なんだこれ、マゴチっぽい。マゴチ。この福井の振り、うわでかいぞ。しかもよしよっしゃ。しかもいいサイズじゃないですか。太っ、いいね。朝一10分です。プロの人より早く釣りましたこれ全部ルアーのおかげです。ほらいいですね。朝ドレスイマーのカラビネーロレッドでバコーンです。気持ちいいね。こんな早く釣れるとは。いやこれ嬉しい。もう船長もにっこりですわな。調理うわでも結構50はあるんじゃないですか。これもキープですね。これは食べて OK ですね。とりあえず1本ゲット。50あれ。お50ある。お50近いぞ。お59だ。59。さ帰ろうか。まだ釣りましょう。まだ釣れる？このずっと釣れちゃうよ。いやルアーがいいから。たまたまの可能性あるんで。いや一番最初のやつが一番いいと思うんで、次釣れたやつとかはよっぽどリリースします。きたー、いやー来たよー。あ、抜けました。めっちゃかかる。ものすごい食う。やばい。お、同戦車さんヒット。おい来たー。はい、じゃーん。こちら釣れましたね。安曇野サーモンオレンジでヒット。これ40ですね。40ぐらいで。このぐらいのサイズになるまでは意外と成長が早いらしくて、2年から3年ぐらいでこのぐらいのサイズになるらしいです。
美味しいですけどね、このぐらいのサイズ。ちょっとこの子は小さいんでリリースでいいですか。リリースではいはい、大きくなって帰ってきてよ。でこのエリアちょっと海藻があるエリアなんですよ。なんですけどそんな引っかからないんですよ。なんでかというとこれ上に針がついてるんですよ。だから引っかかりにくい。ただここに下にも針つけることができるんですよ。だからそこはフィールドに合わせて針付け替えもできますんで、本当に機能性に優れてるルアーとなってます。やっぱタンクステン強いな、釣れるな。久々にやったけどめっちゃ楽しいわこの釣り。しかも今からもっともっと釣れるんで最盛期入っていくんで。はい来たー、はいよー来たよ。今明確にもう完璧にはい食った合わした釣れたっていうもう一連のプロセス映ってます。小さいです。でももうむちゃくちゃ釣れるぞこれ。本当に餌ですこれ。ほら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 。マゴチはねこう上がってくるとどん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 って首を振るんですよね。これ特徴です。ほら来た来た来た。はい、ありがとうございます。このぐらいのサイズも、釣れますよと。朝どれスイマーのカラビネロレッドです。爆釣れこれ。とんでもないルアーだこれ。一人で釣ってますよ。一人で釣ってます。ほんと当たる当たる。これかけてないだけで当たってるのめっちゃありますからね。ほらこの子はベイビー25センチ。この子は可愛いからリリース。1人付けでちょうどいいサイズですけどね、煮付け的にはね。まだまだ大きくなれ。綺麗だよね。マゴチって本当に綺麗ですよね。かっこいい。バイバイ。気分はいいですか？最高にいい。一番最初にものすごい大きいの釣るじゃん。それもまたね、もう心の余裕なんですよ。釣れるなーにしても、だってまだ開始して1時間も経ってないですよ。色変えてみました。こう透明系のルアー。これ名前が銀色のやつです。銀色のやつで釣っていきます。このサイズだけは運なので、あと1本ぐらいね50アップを釣って、2本ぐらいあれば美味しい料理ができるかなと。はい来たー。はい来たよー。余裕。銀色のやつでヒット。ちょっと小さめですね。振らない首。ちょっとごめんなさい、違ったかもですよね。はい、こんなのも釣れちゃうよと。最高のルアーだね。でも今日はねマゴチが狙いなのでヒトデちゃんは帰ってもらいました。水槽で買おうと思ったんですけどね。お、いいサイズじゃん。はい、こちらうちのスタッフがヒットしました。トロピンクでヒットですね。43。これはキープ OK なサイズですね。満足した。朝一発ポンポンと釣れて、でちょっと試合が終わって落ち着いてきたんで帰ります。もうキープサイズは朝どれスイマーのみでパン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 と7本ぐらい上がりましたね。やっぱりどうしてもね地合いっていうのがありますんで、もうこの満足したところで帰る。船釣りにおいてこれが一番大事です。でキープサイズ2本キープしましたんで、今からスタジオに帰って料理していきたいと思います。それじゃ帰宅。ただいまということで帰ってまいりました。いやー釣れました。めちゃくちゃ釣れた。あれもはやほんと餌ですな。あれいろんなアクションができるんで、リフトホールもできるし、ただ巻きもできるし、ストップ&ゴーもめちゃくちゃ効果てきめんだと思います。でワムね、ダートもね綺麗に動くんですよ。だから今日マゴチ狙いましたけど、ヒラメもいけるし、なんなら本当サワラが跳ねたらサワラも釣れるし、青物もいけると思うし、意外とシーバスとか多分やばいと思います。銀色のやつっていうカラー、多分あれね名古屋港の穴打ちとかしてもバカスカ釣れると思います。チーバスやるにしてはちょっと重たいかなと思うんで、もし評判良かったら軽いバージョンとかタングステンじゃない鉛バージョンとか作ってみたいなと思います。今回のルアーほんとすごいんで、ぜひ釣り人の皆さんやったってください。じゃん、釣れました。朝一で一発僕の元に来てくれました。ありがとう。59センチ58ですかね。58センチです。でスタッフのやつがやっぱ僕の見立て通り42ですね。まだプリプリでございます。で内臓はもうシュッと抜いておきました。こんな感じで、まずこちらの42センチの方は白子でした。でこちらの58センチの大きい方、こちらが卵でした。で何よりこれ見てください。この内臓脂肪すごいです。こんなに内臓脂肪入ってます。やっぱ卵がまだね小さかったんで、その分内臓脂肪たっぷり蓄えてますね。
こっちでこんな脂持つんですよ。ほんで伊勢湾のマゴチって頭がでかいんですって。頭がでかいってことはすごく太いってこと。だからクオリティが間違いなくて、しかも数がいっぱいいるんで、いろんな県の方が伊勢湾に釣りに来るみたいですね。ということで今日はこちらの釣れたてのマゴチを使って釣れたてマゴチのプリプリ漬け丼を作っていきたいなと思います。これはねちょっとね今日ゲスト来てますんで、ゲストの方にあげたいなと。結構食通の方なんですけど呼びますね。出づらいですね、やっぱり。おはようございます。すごい格好だね、はい、今日は、はい。すごい私服だな、嫌だな。太いですね。太いでしょ。いいでしょ。いやめちゃくちゃいいマゴチですよ、これ。油すごいでしょこれ。いや、出てこないですよ、これ。そうなの。僕もさばきますけど店でなかなかこんだけ内臓脂肪入んないんですよ。どうぞ食べてください。いいですか。どうぞ。めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ということで、はい、失礼しました。すごい至福の太郎でした。よし、そしたらさばいていきます。じゃあ金子流でさばいていきますね。はい、もうお腹は抜いてあります。ここカットしましたけど、マゴチはこの状態にまでしたら冷蔵庫でかなり持ちます。釣ったらこの状態にしちゃうと楽だと思います。包丁でこの状態まで持っていこうと思うと大変なので、まずは鱗かきでガーッと鱗取って、でたわしで細かい取り残した鱗とぬめりを落とします。でハサミで背びれとこっちのヒレを切って、肛門からハサミにジューッと入れて、でこの顎下ここパチン落として開いて内臓を取って、エラもハサミで落としちゃったらもう簡単に包丁を使わずにこの状態にまでは持っていけますので、無理して包丁でやる必要はないですよ。はい、そしたらじゃあさばいていきますね。この肛門から上、こっちには骨がねギュッとこう入り込んでますんで刺身取りにくいんですよ。なんでまず僕頭落としちゃいます。関節を決めます。関節入れば簡単に落ちますんでね。はい、頭が落ちました。ここもいい出汁が出ます。出汁として使う場合は必ず湯しもしてきれいにぬめりと鱗を取ってください。ここ顔はね結構ぬめりと臭みありますんで、割とここを料理に使うのは上級者向け。そしたらもうあとここ全部宝物です。全部美味しい部位。唯一このヒレですね。ヒレはちょっと生臭いのでヒレはね落としちゃいます。ここは特に出汁という出汁は出ませんので、はい、この状態。そしたら肛門のところですね、ここから1本入れます。尻尾と胴体に分かれました。で胴体の方はもうこのまま煮付けにしても最高です。もうめっちゃうまそう。ツヤツヤ。煮付けする場合は関節のねここら辺からバツンと落とせば58センチぐらいのサイズ感のものは大人2人が満足して食べられる煮付けができますね。ここもお刺身にしたい場合はカマをここ斜めからこう入れます。1つ、こっちも斜めからこうですね。ここも煮付けとか唐揚げ最高ですね。そしてこの状態になりましたら背骨を外していきます。ここですね。ここに1本包丁入れます。まっすぐ落とします。まっすぐ。はい、で骨、これもおだし。はい、この状態になりました。でこの腹骨というかね、こう血合い骨になるんかな。ここにねこういう風に入ってるんですよ。釣り針のように。なのでここから包丁を入れます。こうですね。でも骨がここに当たってしまうんです。当たったらちょっとずらしてずらしてずらして開きながら刃を当てる感じ。こういう感じですね。開いてこう開いていく感じ。ほら、そうするときれいに身が分かれてきます。身と骨が分かれましたね。でこのまま皮も引いてしまう。はい、そうすると骨がない状態の身が取れました。はい、そしてここが全部骨ですね。ダダダダダダダと入ってますね。こういう風に入ってます。もうあとはもう僕はこの状態になったらお出汁に使っちゃいます。こっちにも身はちょっとついてるんですけど、もうここは割り切って煮付けとかお吸い物に使った方が料理として価値が出るというか、やっぱ骨だけじゃなくてある程度身もついてた方がこのお吸い物の具材として満足度が高いので、残してお吸い物とかにします。でどうしてもここの身も取りたいよって人は、要するにもうあと骨こんだけしか入ってないので、ここの骨をもう削いでいく感じですね。こももこういう感じで。はい、そうするとこういう風に取れます。でちょっとこっちに残っちゃった場合は外していくと。
これをね池の状態で抜こうと思うとすっごい力がいるし身が割れちゃうんですよ。こんな大きい骨が入ってますから。でもうあと骨だけになりましたと。でメインはこちらの尻尾です。尻尾はもう大名でいいです。骨入ってますんで背骨の山頂、ここですね、ここに包丁を置いて、であとはまっすぐ入れていく。でこの時気持ち包丁を下に、で下すぎるとこう全体包丁が入っていきませんので、どんだけ力入れても全く包丁入ってきません。その場合はちょっとだけ本当にミリ単位で浮かす。そうするともう力はいりません。スーッと包丁入ってきます。魚さばく時って力なんて全くいらないんですよね。力が入ってるってことは骨に引っかかっちゃってるってことなので、スッとこれもいい出汁が出ます。で私は尻尾は落とします。はい、そしたらこの状態になりましたら骨を抜いていきます。肛門から切ると骨がどうしても2本だけ残ります。こことここ触って骨が2つ当たるなと思ったら上手にさばけてます。バッチリです。そしたらまずこっちから抜いていきますね。グッと持ってはい抜く。簡単に抜けます。でこっち側もここにも入ってますんで、この角っちょのところですね、とっかかりをつまむ。そしたらつまんだらただ抜くだけじゃなくて、この指2つで周りの肉をギュッとピュッと、そうすると抜けます。でもっと細かいこと言うと、ここのね皮目にもちょこっと残る場合があります。これもピュンとこんだけね抜いてあげたらもう完璧に骨はない状態、もう一切骨ないです。大中小で入ってます。そしたら皮引いていきます。尻尾のここ皮めっちゃ筋っこいんで、ここら辺からいっちゃっていいと思います。でもここもったいないなっていう人はこう斜めにこっち側に入れていって、こうしてでここから引いていくってやり方もありですね。はい、いい油ありますね。油のあるこっちはこの白が残ります。でね、どうしてもここ丸いので皮引くときにこの両サイドここが残ってしまう場合があるんですよ。大きければ大きいほど。その場合はここに1本入れて平らにして引いてあげると、間違いなく引けます。ただお刺身取るときにこの割れた状態になるんで、盤がちっちゃくなるんで、できることならこの状態で引いていきたい。こう入れてちょっとねやっぱどうしてもここで残っちゃう場合があるんですよね。でもリカバリーは効きますので、こういう風にこんな感じで、はい、このようにさばき終わりました。そしたら漬け地を作っていきましょう。まだ身がプリプリなのでちょっと甘めの漬けだれを作っていきます。まずは酒50、みりんも50、これ火にかけていきます。はい、ふつふつとしたら火を当ててアルコールを飛ばしていきます。はい、煮切り完了。そしたらここに九州醤油ですね。今日は九州醤油を使っていきます。九州醤油50入れます。オール九州醤油だとちょっと甘すぎるのでみりんも入ってますから、でもみりんのコクも欲しいので、なのでちょっと九州醤油の甘さを抑えるという意味も込めて、濃い口醤油これも50入れます。同じだけ1対1ですね。はい、そしたら煮切ったお酒とみりんに入れます。そしたら今日は外部からうまみも持っていきます。まず昆布ですね。今日はラフ使います。んで節も入れましょう。サバ、ソーダ、ムロ、ウルメ、どうしような。サバはねちょっと強すぎるんでソーダにするか。ソーダの粗削りを、このぐらいかな。でこれを入れて1時間ふやかして、で少し火を当てて、で冷ましたものがこちらになります。用意がいい。これがめちゃくちゃうまい。めっちゃうまいです。これねめっちゃ美味しくなると思いますよ。僕の経験がそう言ってる。寝かしてある白身じゃちょっとこれじゃ甘いし、ちょっと出汁が強いかなとは思うんですが、プリプリの池のお刺身だったらこのぐらいの濃い漬けに少しの時間当てるぐらいがうまいんじゃないかなと思います。ではこちらにつけていきましょう。今日は細く作っていきます。気まぐれプル。まずこちらに包丁1本入れて、このぐらい細く切っていきます。骨ゼロです。全く当たりません。今日はこういう細切りの丼でいきます。でこれを漬け地にドボンと、尻尾の方も切っていく。こんなもんでいいでしょう。はい、これを漬けていきます。これ冷蔵庫で5分置きます。はい、でその間にこちらこんないい肝と卵出てきましたんで、今日これも食べていきましょう。酒と塩で揉んで洗いました。
臭みは取ってあります。まず卵を茹でていきます。でこれ白子もうまそうですね。で卵はよーく火通しますね。白子はさっとで OK で冷水に落とします。で肝、これが美味しそう。この油肝、これもボイル。コチの肝って僕何気に初めてかな。こんなにいい肝が本当に入ってないので食べる機会がなかったんですけど、今日は食べてみましょう。はい、そしたらこれを落とします。はい、茹で上がりました。そしたら肝の薄皮、これ取っちゃいます。はい、そしたら卵を切っていきます。おお、ちょっと中は少しだけレアな感じ。いい火入れじゃないですか。少しお出汁とか含ませてもいいかもしれませんが、今日は醤油が濃いので、このままいっちゃおうかなと。白子、こんな感じ。ちょっとピンクっぽいですね。肝うまそうだなこれ。はい、そしたら5分つけたこちら漬けですね。お醤油を切ってマゴチの漬け作った。久しぶりだね、スタジオ。うまっ。うまくない？俺うまいよ。マゴチのさクオリティがめっちゃ良くて、はい、こんな感じに出来上がりました。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、これで釣れたてマゴチの漬け丼の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よーし、じゃあ食べていこう。振り柚子がいいです。じゃあここら辺まずは身のところいただきます。うまっ。やっぱ当たりだわ。この漬け地で正解ですね。この甘めの醤油がよく合う。この池だからこれ成立してますね。完全に寝かした身だったら絶対ここまでマッチしませんね。ちょっと入りすぎちゃって塩辛くなっちゃうと思います。でつける時間もぴったり、これで OK です。次卵いただきます。おいしい。癖のない太鼓だ。食感とか滑らかさはタイの子供ですね。もうちょっと癖あるかなと思ったんですけど全くない。すごく美味しい。次白子。うまみがあるな。何この白子、すっごい鉄っぽいうまみがある。マグロっぽいというか、なんだこれ、うまいぞ。ポン酢で食べたらめっちゃうまいと思います。次肝、この油肝いただきます。甘い。こんな甘いの。でもちょっと癖があるな。肝は少しだけ香りがあります。コチの香りがします。うまっ。でこれはこれありきなんですよ。お椀に入れて全部入れて、卵とかもね、お出汁を注ぐ。少し火を入れる。お出汁はもちろんだしの地図でやっております。この漬けの甘みとこのお出汁ちょうどいいと思います。こちらいただきます。うまいわ。幸せ。本当に美味しい。これ食べてみて。香りがいいです。香りがいいよね。いやー、柚子ですね。いただきます。うまい。あ、うまっ。うまいよな。味付け最高ですね、これ池だからさ、このくらいでいいよね。時代を思い出しました。思い出すね。もうそれ以外見つからないです、言葉が。時代が好きなんですよ、この男は。これちょっとまた今からこっちが美味しくなるから、店舗でちょっとミニ丼みたいなのやっても面白いね。面白いですね。面白いね。最近池のマゴチ結構入ってきて、ね、そう安定して入るから。白子もうまいですね。うまくないこの白子。マコ食べたことある？マコあります。つけて結構辛めだったんですけど、全然癖ないですねこれ。癖ないよね。もうちょっと癖あるかなと思ったんだよ。贅沢だな。これ贅沢だね。これはだしの地図だけですもんね。だしのチーズだけで、だしのチーズとあとこの塩味、この醤油のうまい。うまい。いただきました。
ということでですね、今日はお飲み物はこちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん、飲みかけのやつ、茶色の麦茶の季節がやってきましたね。麦茶も最高ですから。美味しいよね。美味しいですから。それじゃあゆっくり食べていくよ。はい、そして今回デュオさんと一緒に作ったこちら朝どれスイマー TG なんですけども、これね一番大事なこと言います。釣り人の方はよくニュースで見てね存じてると思いますけど、この朝どれスイマー TG に使っているタングステンっていう素材、これがものすごく高騰してまして、企画した時の3倍から5倍ぐらいの価格に高騰しちゃってるんですよ。でもこの今回の朝どれスイマー TG はこの高騰する前にガツッとタングステンうち仕入れたんですよ。だからこの値段で可能なんですけど、次は絶対この値段では作れないです。絶対できないです。これ売り切れたらマジで終わりなんで、多分 TG でこの形を作るのはもうこれで最初で最後だと思います。てかできないです。このタングステンっていう素材が使えない、高すぎて。でそもそもタングステンって何かと言いますと、重い金属です。どのぐらい重いかというと、金と同じぐらいの重さの金属です。重いということは何がいいかというと、ちっちゃいシルエットで重さが出せるんですよ。なので遠くに飛ばせます。で着底が早いです。流れがあるところでも使えます。で水深が深いところでも使える。すごいタングステンという素材はジグとかルアーとかに最適な金属なんですけど、高いっす。マジで今高くて今後下がる見込みもないので、これ最初で最後ですね。でこのねこだわったポイントが、これね最初の形のやつが今あるんですけど、実際かなり前から動いてるプロジェクトで、こういうふうに包丁型になってるんですけど、最初はこういう形だったんです。こういう感じ、そのまま包丁みたいな。で包丁の刃のところがテールになって動くよって感じだったんですけど、これだとねあんまり動きが良くなくて、見た目はねすごくかっこいいんですけど機能性は微妙だったんですよね。でそれでどういう形がいいかってなって、こういう形に行き着きました。でルアーの硬さもかなり変えました。結構硬めにしました。何かというと柔らかいとテールがどうしても上向いちゃうんですよね。泳ぐ時に動かしてる時に綺麗な泳ぎの体勢が維持できるような硬さに仕上げてます。ちょっと硬めに作ってますね。でも硬すぎてもこのゆらゆら揺れないし、すごくここが難しかったポイントです。普通のワームより3段階ぐらい硬いですね。でも動きがすごくいいんですよ。めちゃくちゃ。でこういう風にこのルアーは、基本ベースは針が頭の上についてます。なんでそこを狙っても針がガリガリしないんですよね。なので根がかりがしにくいっていうのが一つ。でもこっちつけたいなって思う場合はここにも針つける場所ありますんで、こっちにつけてもらっても OK です。こういう風にねブレードがつけれたりするんですよ。こういうカスタムも変幻自在にできますよというルアーに仕上がってます。本当にこれ根がかりがしにくいんですごく釣りやすいですよ。でカラー展開は全部で9種類です。まず1つ目こちら銀色のやつですね。シルバーベースのラメラメの。でこちらこれがねカラビネーロレッドです。これ色がめちゃくちゃいい色出てます。実際僕もこれで釣ってます。トロピンクですね。これもいい色してる。でこちらが安曇野サーモンオレンジですね。でこちらが片栗ホワイト、これグローになってます。暗いところで光ります。でこれが気まぐれブラック、ブラックベースに金ラメが少し入っております。でこちらが気まぐれブルーですね。これいいでしょう。気まぐれブルー、まさしく気まぐれブルーって感じで、これめっちゃ一番出るんじゃないかなって僕の中で思ってます。そしてもう一種類こちら、これがですね私の実店舗魚一番だけで買える限定カラーになってます。こちら1000個限定で用意しております。でこれがね普通の黒じゃなくて匂いがついてます。だしの地図の匂いが練り込んであります。フレーバー付きです。匂いでも魚おびき寄せちゃおうっていう、そんなルアーでございます。もう匂い付きは魚一番限定だけですね。普通のヘッドはねこういう風に気まぐれクックの魚ロゴなんですけど、これは魚一番のロゴになっております。お一人様数量限定で買えます。これワームってなんか匂い付きのワームを作ろうとするときにだいたい 10% ぐらいその匂いを入れるらしいんですけど、このだしの地図は 40% 入れてます。だから相当香ります。だし練り込んじゃったルアーなんか多分世にないんじゃないかな。多分初ではないでしょうか。弊社調べでこれ煮出したらだし出るんじゃねってぐらい匂います。パッケージもね超可愛いんです。こんな感じで包丁型でございます。これはそそられるパッケージですよね。朝どれスイマー気まぐれクック×デュオ、魚さばき系 YouTuber 気まぐれクック監修ということで、さばきのプロが本気で作った釣れるルアーでございます。こちらお値段なんとタングステンを使ってですよ、2950円でございます。
かなり頑張りました。そして最後にお知らせがございまして、今年の7月の18日の土曜日に石黒の三河安城店さんの方で僕のイベントを開催させていただきます。石黒の三河安城の店長さんと僕仲良くて、よく釣り行ったりする仲なんですよ。でね、ルアー出すんだ、ちょっとイベントしたいなって言ったら、全然うちやってくださいっていうことだったんで、やらせていただくことになりました。で、日時は7月の18日土曜日ですね。開店時間9時より販売スタートでございます。朝ドルスイマー2個以上お買い上げの方、写真撮影とサイン会の参加券を配らせていただきますので、そちらの方でお写真撮影とサイン書かせていただきますので、ぜひ遊びに来てください。詳細は概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらの方ご覧ください。デュオさんとのガラポン企画も開催希望ということでね、楽しいイベント盛りだくさんで当日はお待ちしてます。ぜひ7月の18日土曜日は石黒の三河安城店さんに集合でお願いします。というわけで、すごいルアー作っちゃったよっていう動画でございました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。